G。アズパカさんの動画はいつ見ても楽しいな。楽しいですね。オフロード走行楽しそうだな。楽しそうですね。走らせたいな。走らせたいですね。やったー。ということでオフロード走行マシンを作りの前にレギュレーションは単3電池2本と130モーターにしましょう。製作へレッツゴー。レースマシンはスーパーアバンテジュニアです。かっこよさとボディ形状がグッドです。まずはアズパカさんの動画を見てコース対策を考えます。路面は基本的に土でセクションによっては石脇になっています。オフロードらしく路面がデコボコですね。壁も全体的にデコボコです。ふむふむ。マシンの弾かれ対策を一番のミソと考えます。つまり衝撃吸収をする機能が必要ですね。オフロード走行でずっと試したかった方法があるのでそれを作ります。エアレスタイヤです。柔軟な樹脂とスポーク構造によって適度なクッション性能を実現できています。エアレスタイヤがアクロに効くか楽しみです。壁のデコボコは地面よりも厄介そうです。マシンが走行不能になる原因の多くは壁で弾かれることです。ここも衝撃吸収が必要です。エアレスローラーです。今回は衝撃吸収にエアレス構造を大活用します。専用ステーも作りました。衝撃によるステー折れとネジ曲がり対策で上下からローラーを挟む構造にしています。さらにステーの高さを出して地面に引っかかりにくくしています。ロックウォールのカーブが急で壁に衝突するのも対策します。ドデカバンパーを作りました。円弧にすることで壁に衝突しても受け流すようにしています。それではパッツを取り付けていきます。エアレスタイヤを取り付けます。ローラーステーを取り付けます。エアレスローラーを取り付けます。リアローラーを取り付けます。バンパーを取り付けます。できました。スーパーアバンテジュニアエアレスオフロードカスタムです。いろいろと対策を考えましたね。動画を見ただけなのでまだ対策が不安です。ということで電池でセッティングできるように様々なパターンを用意しました。それではサーキットへレッツゴー。着きました。これがあの動画で見たオフロードサーキット。草が生い茂ったジャングルバージョンです。コース内にも植物が生えていてまた違った路面状況になっています。さらに前日は雨だったので若干のウェットです。自然によるコンディション変化、テンションが上がります。そしてこちらがアズパカさんのマシン、ビートマグナム G です。オフロード用にしっかりとオリジナルシャーシを作ってきてさすがです。ローラーステーに特徴がありますがシャーシにも機能が詰められています。詳細はアズパカさんの動画で。私の対策が効きそうかを見ます。エアレスローラーはいい感じにデコボコ下での衝撃を吸収しそうです。エアレスタイヤは見かけよりもグリップ力がありクッションのように変形するのでこちらもいい感じです。バンパーはマシンが壁に弾かれてロックウォールに衝突しても受け流してくれます。バッチリじゃないですか。これはうまくいくな。まずはテスト走行です。バンパーが長すぎてタイトブリッジに引っかかっています。外しました。ローラーはかなり台形にしているので受け流せるでしょう。いきなし不安。レースは2種目行います。1種目はコースの両端からマシンを同時走行させる追いかけっこです。こちらのレースはアズパカさんの動画でご視聴ください。2種目はタイムアタックです。順方向と逆方向の1周を3回走りその最速タイムで競います。1走もと交互に走らせるので自分と相手の走行を鑑みて自走に向けてセッティングするのが戦略になります。マシンセッティングが1種目の引き継ぎなのでアズパカさんの動画を最初に見ると時系列で見れます。それではタイムアタックで勝負です。アズパカさん1走目。セッティングはモーターリア電池の交換で調整できます。5。ロックウォールで停止です。スロー。マシンが跳ねてリアが浮き、左ローラーを支点に回りました。土から岩への路面変化がくせ者です。2羽から1走目。若干固めのセッティングです。5。同じくロックウォールで停止です。スロー。壁に弾かれて左の壁から離れました。そのままカーブへ直進。大きく弾かれてフェンスに引っかかりました。こんな時バンパーがあれば。アズパカさん2走目。5。ゴール。タイムは 5.398 秒です。ロックウォール。セーフ。弾かれつつも素早くコーナーを抜けました。2羽から2走目。1段階柔らかくして壁に沿うように走らせます。5。ゴール。タイムは 6.092 秒です。ロックウォール。危な。ゆっくりで助かりましたね。壁に沿うようにコーナーを抜けています。グッド。現在の記録、2人とも2走目でしっかりと乾燥調整してきました。3走目はタイム狙いになります。アズパカさん3走目。5。ゴール。さっきより速そう。タイムは 5.024 秒です。速っ。ロックウォール。素早く抜けました。ドリフトして壁に当たらず抜けてます。ここかっこいい。オフロードの滑りを生かした見事な走りです。2羽から3走目。トルクチューンモーターでスピードアップです。5。ゴール。 4.50 秒。よし。ロックウォール。
早いですが危なげなくクリア。この速度で壁に弾かれていないのでエアレスローラーが効いています。グッドです。順方向タイムアタック勝負は 4.50 秒を出した庭からの勝利です。やったー。次は逆方向。先行は庭からです。5。この速度でひっくり返るのか。あずぱかさん1走目。5。ゴール。1走目完走はかなり強い。 6.117 秒。五葉松コーナー。滑らかに抜けています。ロックウォール侵入時の段差が強く弾きます。現在の記録。セッティングを詰めます。1走目のタイトブリッジ砕いでまさかのコースアウトでした。しかもかなりの低速でしたよね。ローラーが分厚すぎて壁に引っかからずに滑り抜けています。なんだか既視感のあるセクション。薄いローラーは持っていないので。息なし火。コースアウト対策の儀式でもするんですか？そうです。即興ステーマネ台です。熱で樹脂を柔らかくしてねじります。これでローラーが下を向いてマシンの吹っ飛びを抑えます。見覚えのあるコースアウト対策。いい感じ。庭から2走目。これでいけるはずです。5。ゴール。対策がバッチリ効きました。 6.500 秒。完走ですが戦略ミスしました。ここはスピードを上げるべきでした。五葉松コーナー。相変わらず壁に沿うように走ります。危な。この段差とブリッジ下りで難易度がかなり上がっている印象です。あずぱかさん2走目。5。ゴール。これは速いぞ。 5.263 秒。かなり優位に立ちました。五葉松コーナー。滑り抜けるように走っています。段差も滑らかに通過しました。すごいな。現在の記録。スピードを上げるしかないです。庭から3走目。ラストラン頼んだ。5。無念。五葉松コーナー。いい速さです。段差はセーフ。カーブでマシンの向きがぶれました。羽が収まらずブリッジに乗り上げました。いい難易度です。あずぱかさん3走目。5。タイトブリッジ手前で停止。五葉松コーナー。ワイルドに通過。ここでは高くは跳ねていないです。フロントが何かに引っかかってジャックナイフしています。タイトブリッジの魔物ですね。逆方向タイムアタック勝負は 5.263 秒を出したあずぱかさんの勝利です。参りました。まとめ。お互いマシン開発中の相談もテスト走行もなしにここまでいい勝負になるとは驚きです。その場のセッティングで勝敗が分かれる熱いバトルでした。神サーキット。こんな楽しい場を設けてくださりありがとうございました。ありがとうございました。さて、フリー走行、なぜか手元にあった庭から製手巻きモーターを搭載してみます。不思議ですね。5。ドン。ただいま。いや、楽しい2日間でした。2日間。1日目フェンスカーコース、2日目オフロードサーキットでした。同時並行でのマシン開発はなかなか骨が折れました。2つのマシンを同時開発してたから2ヶ月間動画投稿がなかったのですね。いいえ、3です。5月からずっと JCJC マシンを作っています。なんだか急にフィラメントの色が変わったり、カーボンロッドを採用していたのはそういうことでしたか。前回の超ルール無用 JCJC ステージを猛省して多くの改善をしています。電子回路も復活ですね。しかも先ほどのを見る感じマシンも完成していましたよね。設計からほぼ作り直しです。